このチャンネルでは、いつも、自作曲やカバー演奏などを投稿しているのですが、今回は、YouTube に存在する、音楽著作権詐欺団体について話したいと思います。皆さんが視聴しているカバー動画や演奏動画の裏では、投稿者と著作権詐欺団体とのせめぎ合いがあるのです。音楽著作権詐欺団体とは、演奏やカバー演奏などに対して、不当に権利を主張し、その曲は自分たちが管理している曲だ、と物言いをつけ、勝手に広告を貼り付けてくる団体のことです。YouTube を視聴するだけの人はピンとこないと思います。見るだけなら全く関係ありませんので、一つの知識として、見てもらえればと思います。これから投稿してみようと考えている人には、参考になれば幸いです。この動画では、日本国内の楽曲に話を絞ります。また、演奏、カバー演奏はすべて自前のものである前提で話をします。そして、これから話すことは現時点での話です。音楽著作権や YouTube を取り巻く環境は日々更新されていますので、毎日の情報にアンテナを張り、あなたの頭もアップデートしていくことが大切です。著作権詐欺の仕組み。日本国内で出版された曲は、ほぼ間違いなく、ジャスラックが著作権の管理をしています。そして、YouTube とジャスラックは、著作権の包括契約を結んでいるので、YouTube 内で、すべて自前の演奏や、BPM に関しては投稿することができます。著作権管理は、作曲家や出版社から委託されて初めて、著作権管理ができます。著作権詐欺団体は、委託されていないのに、自分たちの管理、登録曲だから、マージンをもらう、と言ってくるのです。彼らは、コンテンツ ID という、YouTube の機能を使って申し立てをしてきます。コンテンツ ID は、自分の楽曲音源などのコンテンツをあらかじめ登録しておき、疑わしい使用を AI 感知する YouTube システムです。一言に著作権といっても、様々な私文権があります。YouTube で問題とされるのは主に、演奏権と原版権です。演奏権は、その名の通り、演奏する権利です。これが、先ほどの包括契約に基づき、ジャスラックが YouTube 内で認めているものです。ですから、演奏権はあります。原版権は、著作隣接権と言われ、成果物の占有権です。録音された音源、CD、映像音楽、テレビ放送、などです。原版権は、レコード会社やテレビ局、制作者にあります。ですから、CD 音源やテレビ番組の録画を投稿するのは原版権を侵害しているということになるのです。著作権詐欺団体はこの原版権を主張してくることが多いです。その言い分は、自分たちが演奏した曲を扱っているあなたからは、マージンをもらう、というものです。しかし、演奏に他人の要素を入れていなければ、全く関係のない別の成果物です。すべて自前かどうか、が問題なのです。例えば、バラの絵は誰が描いてもいいですよね。そして、本人が描いている限り、本人に著作権があります。それを、先にバラの絵を描いたのは私たちだから、バラの絵のマージンをもらう、と言っているのと同じことです。それは不可能です。あなたの描いたバラと私の描いたバラは別物であり、第三者の要素は含まれていないからです。無理やりに、私たちの原版を使っている、と言い張ったらどうでしょう。それも不可能です。なぜなら、この世に二つと同じ演奏はないからです。たとえ、同じ譜面を同じ演奏者が演奏したとしても、演奏時間も、途中の強弱も、テンポの揺れも、楽器の音色も全く同じに再現することはないからです。なので、著作権詐欺団体は、あなたが演奏したものと全く同じ演奏の原版を持っていなければ主張は通りません。あなたと同じ部屋で、同じ音色の楽器を使って、
同じ長さと強弱の原版を、あなたが投稿した以前の日付で示せなければなりません。それはできるはずがないですね。なぜなら、嘘を言っているからです。DTM にしても同じです。DTM は MIDI データを波形に変えているわけですから、元の MIDI データ、MIDI ファイルを所有していなければ主張は通りません。DTM でもテンポチェンジや強弱、和音配置や使う音源まで同じということはありえません。あなたの動画と全く同じに再生できる MIDI データと音源を、あなたの投稿以前に所有していなければなりません。それは無理ですよね。このように、著作権詐欺団体は正当性を示すことができません。ただ、近年、ジャスラックは管理楽曲の海外管理を、現地団体と契約をして委託している動きもあるようです。つまり、委託の委託ですね。それを理由に海外団体は、自国での演奏権マージンを徴収している。という理屈を言ってくることもあります。ですが、この主張も矛盾点があります。まず、正式にジャスラックが委託した団体でなければ不正ということになりますよね。その内訳は、ほとんど不正です。ジャスラックが委託していないのが大半です。次に、自国の分、と言いながら、日本国内でも、広告オフ動画に広告が表示されてしまいます。そのことをどう説明するのかということです。矛盾がありますよね。さらに、ジャスラックが演奏権を認めているのに、日本の投稿者に演奏権を出してくるのは無理があります。演奏権を言うなら、自国における、日本の楽曲を演奏、カバーしている自国の投稿者に言うべきでしょう。著作権の扱い。次に、著作権の扱いについて見ていきましょう。ジャスラックが管理している楽曲の、すべて自前のカバー曲に対しては YouTube 内で投稿可能です。ジャスラックの管理楽曲かどうかはジャスラックのホームページで確認できます。しかし、その中に CD 音源や放送音源が一部でも入っていたらダメです。先ほど述べた原版権を侵害しているからですね。他人のカバー曲を素材として使うのはどうかというと、それもダメです。何も、大手レコード会社だけが原版権を持っているわけではありません。個人の録音でも、自前の要素で制作したものであれば原版権はあります。したがって、自分が一から作ったカバー演奏に関して投稿できます。次に、ジャスラックに登録していない曲は、無条件でカバー可能か、というと、そうではありません。ジャスラックに登録していない曲は著作権管理が個人のものです。その場合は作曲者本人に許可を得なければなりません。ジャスラックもボランティアで著作権管理を行っているわけではありません。年会費や演奏実績などが求められます。テレビ放映番組の楽曲や、爆発的に人気の出た楽曲などは個人で管理しきれないのでジャスラックが委託を受けます。そうして目を光らせる代わりに管理費を受け取っているのです。個人が趣味で作った曲や、ほとんど誰も知らないような曲などは、演奏実績などのジャスラック委託条件を満たさないので個人管理となるでしょう。たとえ、ジャスラックに委託できたとしても、委託費だけかかって委託する意味がほとんどないでしょう。しかし、著作権はどんな創作物にもあることを覚えておいてください。著作権の有効期間。著作権は作曲家が生きている限り有効です。しかし、亡くなってしまうと、日本では、2018年までは没後50年が過ぎるとパブリックドメインという扱いになっていました。世界標準では没後70年というのが一般的です。そして、2018年12月30日以降は、日本も没後70年ルールが適用されています。パブリックドメインは人類共通の財産として扱われ、許諾は不要になります。ただし、著作者は永久に変わりません。では、パブリックドメインの楽譜で演奏された音源は許諾不要かというとそうではありません。なぜかわかりますよね。そうです。音源は成果物であり、
成果物には原版権があるからでしたね。楽譜と成果物は別で考えなければなりません。著作権詐欺団体への対処法。では、著作権詐欺団体への対処法とその流れを見ていきましょう。カバー曲を投稿すると、ほぼ同時か少し間を置いて著作権侵害の申し立てが来ます。投稿動画が非公開であっても申し立てが来ます。ということは、動画内容を精査しているわけではないのです。それは、先に述べたコンテンツ ID を利用しているからです。そのような申し立てに対して、どのように対処すればよいのでしょうか。それは、何もしないで放っておく、か、異議申し立てを行う、の二通りです。つまり、無視をするか、抗議をするかということです。では、それぞれの対処法について見ていきましょう。一つ目の方法は、放っておく、という方法です。放っておいても、チャンネルに傷がつくようなことはありません。しかし、放っておけば、いくつかのデメリットが生じます。まず、当該の動画に勝手に広告が貼られます。自分が収益化をする意思がなくても、広告が勝手に表示されます。そのことによって、広告を見たくないから見ないでおこう、と、動画が見られなくなったり、無収益でやっているはずなのに広告を出しているように、見えてしまう、というデメリットが生じてしまいます。例えば、あなたの家の玄関先に勝手に広告を貼られていたら、良い気持ちではいられませんよね。ですから、本来は放っておくのではなく、異議申し立てをするべきです。しかし、異議申し立ては時間と手間がかかり、こちらが正しい主張を行ったとしても最悪、動画が消されるという理不尽なことにもなるので、放っておく人がいるのも無理はありません。YouTube のマネジメントや、詐欺団体の取り締まりは YouTube の事務局の問題として取り組んでもらいたいものです。二つ目の方法は、異議申し立て、です。異議申し立てについて見ていきましょう。著作権侵害の申し立てが来たら、それに対してあなたは、異議申し立てを行う権利があります。異議申し立てはあなたの動画が正当である理由を立証して送信します。もう一度言っておきますが、2022年3月現在の方法です。まず、動画の管理、著作権の申し立て、詳細を表示、をクリックします。それから当該動画の操作、異議申し立て、と進みます。次に、異議申し立ては上記のいずれの理由にも基づいていません。にチェックを入れます。その次に、異議を申し立てる理由、を聞かれます。4つの選択肢が現れます。この時に、オリジナルコンテンツ、を選ぶと良いでしょう。カバーなのにオリジナルと思うかもしれませんが、ここで言うオリジナルとは、すべて自前の要素、という意味です。他の選択肢を選ぶと、演奏権や原版権の面から突っ込んでくることがあるからです。不正団体に対抗するには、こちらも戦略を持たなければなりません。その次のステップでは、全画面で選んだ理由の確認を行います。チェックを入れて、次へ。その次のステップでは、あなたの動画が正当である理由を文書で打ち込みます。この部分は先述したように、演奏権が認められていること、原版権を侵害していないことを書けばよいでしょう。日本語でも構いませんが、できれば英語でも書きましょう。日本の曲なのに英語で理由を書いてあげなければいけないなんて、と思うでしょう。しかし、やりとりとなったら英語で行うことがほとんどです。そして、自身の名前をサインとして打ち込みます。そうして、送信します。これで、異議申し立ては完了です。すると、早ければ送信から間もなく主張は取り下げられます。そうなれば勝手に広告を貼られることのない、クリーンな動画となるわけです。しかし、近年は異議を送信しても相手が対応せず、回答期限まで放っておかれることの方が多いです。
回答期限は30日です。30日を過ぎても相手が対応しなければ対応を放棄したとみなされて、こちらの主張が通ります。ただ、30日間も不当な申し立てを受け、広告が勝手に貼られたり、非公開にしておかなければならないなどの負担があるのです。通常、1回目の異議申し立てで、9割ぐらいは相手の主張が取り下げられます。しかし、中には、こちらの異議申し立てを拒否してくる団体もあります。一度目の異議申し立てに対して、相手は、取り下げる、か、再び権利の主張を行う、かを決めます。そうして権利の主張が続行されれば、再審査請求、という、二度目の異議申し立てを行うことになり、一度目より細かく入力しなければなりません。再審査請求は、動画管理画面に、異議申し立てが拒否されました、と出ます。その画面の、詳細を表示、します。操作、再審査請求と進みます。次の画面は、要件の確認画面ですので、次へ。次の画面では、自身のメールアドレスや住所も入力しなければなりません。この時点でやる気がなくなりそうですよね。どうして不当なことを言ってくる団体にこちらの住所まで提供しないといけないのか。と、詐欺団体は、住所まで入れるくらいならもういいや、と投稿者が引くことを望んでいるのかもしれません。話を進めましょう。住所の次は、もう一度再審査の根拠となる説明を書きます。二度目は、より詳しく書いた方が良いです。なぜなら主張をまともに送信できるのは2回までだからです。チェック事項をチェックし、送信します。そうして相手に送信します。この時も相手には30日の猶予が与えられます。相手がすぐに対応することは、ほとんどありません。期限切れの30日間放置されることが多いです。しかも、YouTube 事務局が取り込んでいる場合は、すぐに取り継がれないこともあり、さらに時間がかかることもあります。相手が取り下げるか、期限が来ると著作権侵害の訴えは却下されます。こんなに煩わしければ、投稿者も、もういい、となるのも無理はありません。2回目の再審査請求で、ほぼ 95% の相手の不当な主張は取り下げられます。ところが、2回目の再審査でもなお、我々には権利がある、と主張してくることがあります。こうなると、あなたの投稿した、正当であるはずの動画が削除されます。加えて、著作権侵害のガイドラインのストライクが一つ点灯します。著作権のストライクは3つでアカウント削除という事態になります。ワンストライクでどんな不利益が生じるのでしょうか。一つ目に、苦労して作った動画が削除されます。二つ目に、7日間、動画の投稿ができなくなります。三つ目に、コピーライトスクールという動画を視聴しないといけません。一度に複数動画の再審査請求を拒否されたら、2ストライクつくこともあり得るでしょう。2ストライクつけば、14日間の投稿停止となり、再起がさらに遠のきます。YouTube の運営に、何とかして、と訴える手段もありません。よほど、パイプのある人でなければ、動画復活とストライクの取り消しは期待できません。一応、YouTube 内でも削除の是非を審議し、復活もなきにしもあらずのようですが、ただし、ストライクは90日間過ぎれば解除されます。ですから、最悪、ワンストライクなら点灯しても構わない、というスタンスで1動画ずつ戦っていくこともできます。時間がかかるかもしれませんがアカウントを守るためです。まとめ。ここまで、著作権詐欺団体の仕組みと対処法、著作権の扱いを見てきました。苦労して作った動画に勝手に広告を貼り付けて、収益をかすめ取る行為は、やはり是正していってほしいものです。YouTube では、まだ、システムの改善が必要なことがあると思います。不当に申し立てた側が、なぜか無条件で、権利者、となってしまい、
動画の生殺与奪を握っていること。そして、申し立てた側は、取り下げれば良いだけで何のペナルティもないこと。広告表示の矛盾。精査をしていないコンテンツ ID の精度向上。など、です。YouTube は、誰もが発信局となれる。素晴らしいツールだと思います。そこに不正や詐欺行為のないフィールドにしたいものですね。最後に、私がカバー演奏を投稿する際に心がけていることをお話ししたいと思います。それは、作曲家に敬意を表して、作曲者を明記するということです。歌詞に触れる場合は作詞者も明記します。偉大な曲は、作り手があって初めて生み出されます。その、作り手へのリスペクトを忘れないようにしたいものですね。それでは、この動画を終わりたいと思います。またこのチャンネルを見てくれたら嬉しいです。